日はほうれん草とベーコンのキッシュを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はほうれん草とベーコンのキッシュを作りたいと思います。はい、ということで今回は冷凍パイシートを使ってキッシュを作っていきたいと思います。今回のキッシュはですね、スタバ風のキッシュに仕上げていきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、ほうれん草、ベーコン、玉ねぎ、じゃがいも、卵、クリームチーズ、生クリーム、顆粒コンソメ、有塩バター、粉チーズ、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。今回のポイントはね、キッシュの生地の中にクリームチーズも入れていきます。そうすることで濃厚でコクのある美味しいキッシュに仕上がります。そして今回は直径18センチ、高さが4.5センチのタルト型を使っていきます。こちらね、底抜けタイプを使っていくんですけれども、底付きタイプのものを使用していただいても OK です。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらの冷凍パイシートをタルト型に敷いていきます。で、今回ね、長方形の2枚を使うので、こちらのパイシートを重ねます。ここが接着面になるので、薄くね、お水を塗ってください。で、そしたらそこの部分にパイシートを重ねます。で、指でちょっと押し付けてください。で、冷凍パイシートはね、使う15分前ぐらいに冷凍庫から出して少し解凍させておいてください。で、あんまり解凍させすぎると今度は扱いにくくなるので、15分前ぐらいがね、ちょうどいいかなと思います。そしたらね、このように指でね、2つの境目をなじませていきましょう。このようにくっつけてください。まな板にくっつきやすいので、クッキングシートがあればその上で作業してください。もしくは打ち粉を敷いてください。で、これをですね、軽く伸ばします。はい、こんな感じです。だいたいね、半分ぐらいの厚みになるまで伸ばしてください。それではこちらの型に敷き詰めていきます。クッキングシートごと持ってこちらのパイシートを下にして、でこれをかぶせます。はい、でクッキングシートを剥がします。でこれを敷き詰めていきます。きちんとね、このくぼみの部分にもいくようにしっかりと敷き詰めていきましょう。はい、このようにね、くっきりこのくぼみが見えるぐらいですね、敷き詰めてください。で、そしたら続いてこの側面ですね、くぼみの部分に指を当てて、できちんと敷き詰めていきましょう。で、だいたい厚みが均一になるようにね、敷き詰めていってください。で、ここね、ちょっと足りない部分があると思うんですが、たくさんね、こうやって余ってる部分があったらそこをちぎって、でここにくっつけてください。そしてなじませます。そして厚みを均一にさせながらなじませていきましょう。はい、 OK です。このように敷き詰めます。そしたらこの上を綿棒でゴロゴロして上のね、この余分な部分を切り落とします。はい、こんな感じです。で、こちらのね、切り落とした部分は肩に薄い部分があったらそこを補正するのに使っていただいても OK ですし、こう適当な大きさにしてちょっとね、こうやってねじってこんな感じでここにね、グラニュー糖をまぶしてそのまま焼いていただくと簡単なサクサクパイに仕上がります。なのでもし余ったらね、ぜひこちらも使ってみてください。で、あとはね、少し薄いなと思ったところにこうやってね、補正するなどねしていただくといいかなと思います。で、そしたらですね、フォークを使って全体に穴を開けていきます。焼くとね、ふっくらと膨らんでくるので、その時の空気のね、出口になります。この側面の部分にも開けておきましょう。はい、 OK です。で、そしたらね、先ほど使ったクッキングシートをくしゃっとして、でここに敷きます。そしてここに重しを入れます。で、もしね、こういった重しがない場合はお米だったりとか、あとは小豆を使ったり、もしくは耐熱のお皿がね、入るものがあればそのお皿を乗せていただいても OK です。それではこちらを180度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、15分焼きました。そしたらこのまま一旦粗熱を取っておきます。
は続いて中に入れる具材を作っていきます。まずじゃがいもですね。じゃがいもは皮を剥きましょう。はい、そしてじゃがいもの芽も取り除いてください。じゃがいもはだいたい5ミリ幅ぐらいにスライスしていきます。はい、 OK です。このように水に浸して5分ほどアク抜きをします。はい、アク抜きが終わりました。そしたら一度水を切ります。ここにふんわりラップをして、でこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、加熱が終わりました。でラップを外す時はね、やけどしないように十分に注意してください。じゃがいもの準備はこれで OK です。このまま使うまで粗熱を取っておきます。続いて玉ねぎです。玉ねぎはまずね、ヘタを切り落として、そして繊維に沿って薄切りにしていきます。はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。続いてほうれん草です。ほうれん草はまずね、根っこを切り落として、で適当な大きさに切っていきましょう。このぐらいざっくり切ります。ではね、残りも同じように切ります。はい、ほうれん草の準備はこれで OK です。続いてベーコンです。ベーコンはだいたいね、1センチ幅に切っていきます。こちらも1センチ幅になるように切っていきます。ベーコンの準備はこれで OK です。ではね、先ほど切った具材をさっと炒めていきます。まずフライパンにバターですね。で火にかけます。火加減は中火でバターをね、全体に広げていきます。でバターが半分ほど溶けたら、ここに玉ねぎ、そしてベーコンを入れます。で塩1つまみで、まずこの2つを炒めます。玉ねぎがね、半透明ぐらいになったら、ここにほうれん草を入れます。はい、でこちらもね、さっと炒めます。はい、 OK です。軽くね、ほうれん草に火が入れば OK です。でそしたらバットに開けて使うまで粗熱を取っておきましょう。では続いて生地を作っていきます。まずボウルにクリームチーズです。でこのクリームチーズはですね、今冷蔵庫からすぐ出したものなのでちょっと硬いです。なので電子レンジでだいたい20秒ほど加熱します。もし常温に戻してね、柔らかい状態のものに関しましては、電子レンジで温める工程は省いていただいて OK です。では一度温めます。はい、温めました。でそしたらゴムベラで潰して練っていきましょう。クリーム状になるまで練ってください。はい、このように滑らかになれば OK です。ここに生クリームをね、少し入れます。一度にね、入れてしまうとクリームチーズがダマになってしまいますので、ちょっとずつね、生クリームとなじませていきます。では泡立て器に持ち替えて混ぜましょう。でこのように馴染んだらまた少し入れます。そして混ぜましょう。でまた加えます。そして混ぜます。でまた加えます。でこのようにね、少しずつ入れていってください。はい、 OK です。このように綺麗に滑らかに混ざりました。それではここに卵を割り入れます。そしたら混ぜましょう。そしてよく混ざったらもう一つ加えます。でその都度その都度ね、よく混ぜましょう。はい、でそしたらね、顆粒のコンソメにお湯をね、こちら分量外ですが大さじ1杯ほど入れて、でこれをよく混ぜて溶かします。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。でもしね、なかなか溶けない時は電子レンジで少し温めてみてください。そしたらこちらの生地の中に加えます。そしてよく混ぜましょう。でここでね、少し味見をして、最後は塩で味を整えてください。生地の準備はこれで OK です。ではね、こちら冷ましておいたタルト生地ですね。この中に生地を入れていきます。まずね、こちらじゃがいもです。じゃがいもをね、一番下に敷いていきます。はい、このように敷き詰めます。でそしたらね、こちらの具材を半分まず入れてください。はい、このように半分入れました。そしたらこちらのね、生地を入れます。
残しておいた具材をのせていきます。はい、OK です。そして最後に粉チーズを上に振りかけます。はい、ではこちらを天板にのせて180度に予熱したオーブンで35分から40分焼いていきます。途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせながら焼いてください。はい、焼き上がりました。いい感じにね、美味しそうに焼き上がってます。それではこのままね、型に入れたまま粗熱を取ります。はい、しっかり冷めました。それでは型から外していきたいと思います。型から外す時は必ずね、冷ましてから外すようにしてください。はい、じゃあこちら底抜けタイプなので底の部分を押し上げます。はい、これでキッシュの完成です。とても美味しそうに仕上がってます。はい、これでほうれん草とベーコンのキッシュの完成です。こんな感じに仕上がりました。焼き色もしっかりね、綺麗について美味しそうに仕上がってます。具材もね、ぎっしり詰まって美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。もうね、具材もたっぷり入ってすっごく濃厚で美味しいです。とにかくね、具だくさんでボリューム満点です。そしてね、最後にかけた粉チーズに焼き色がついてとても香ばしい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のベーコンとほうれん草のキッシュのポイントです。まず今回タルト生地には冷凍パイシートを使いました。冷凍パイシートもいろんな大きさがあるので、肩に生地がちょうど敷き詰められるぐらいの大きさに伸ばして使ってください。肩に敷き詰めるときは指でね、押さえながらしっかりとね、周りに敷き詰めてください。そして足りなかったところはちょっと余った生地を持ってきて補正していただくといいかなと思います。そしてパイ生地を敷き終わったら一度オーブンで空炊きしてください。そうすることで生焼きを防ぐことができます。空焼きするときは上に重しを置くんですけれども、もしね、重しをお持ちでない方はお米だったりとか、あとは茹でる前の小豆などを使っていただいても OK です。または耐熱のお皿を上に乗せて焼くようにしてください。そして中身を作る時のポイントです。で、今回はですね、スタバ風ということで中にクリームチーズを加えました。そうすることでより濃厚で美味しい仕上がりになります。具材を炒める時はあんまり炒めすぎるとしなしなっとしてしまいますので、軽く炒めるぐらいで OK です。そして具材の準備ができ終わったら、焼いた型にまず具材を乗せて、その後に生地を入れて、そして最後にまた具材を乗せて仕上げてください。で、あとはオーブンで焼くだけなのですごく簡単です。そして焼き上がった後はすぐ型から取り出してしまうととても崩れやすいので、しっかり冷ましてから型から取り出すようにしてください。今回は具材にベーコンとほうれん草、玉ねぎ、じゃがいも、この4種類入れたんですけれども、こちらをですね、お好みの具材を入れていろいろアレンジも楽しんでいただけると思います。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はほうれん草とベーコンのキッシュを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。